2026年3月21日土曜日、現在日本は午後3時を回ったところです。伊藤先生に前回は、AI と安全保障ということで、歴史のお話をしていただきました。今日はですね、実際に安全保障と絡むところのお話を伺いたいと思っています。戦時と平時と、両方見ないといけないと思うんですけども、どうでしょう。戦時の AI の、安全保障という、どういう使われ方をするのかなというところで、何かございますでしょうか。軍事による安全保障だったら、普通に考えていると、国の安全を軍事的な意味で守ることですよね。だから、一般的には、まず戦争しないっていうのが一番の安全保障ですよね。だから戦争しないためにどうするんですか？これは一般的に抑止っていう考え方が一番一般的で、抑止するためにはどうしたらいいんですかっていうのが、安全保障の一番根本にあるんじゃないでしょうか。戦争になっちゃったら安全保障が破れたということになるんじゃないかと僕は思うわけですよね。もっとも、いや、戦争に勝てば、大丈夫だっていう考えがあるでしょうけどね。そういうところで、今日は安全保障のうち軍事について、多分戦争を起こさないための、その軍事的な物語について、それと AI をかませて、そういう話でいきたいと思います。いや、まず抑止っていうのは一般的には3つあると言われてますよね。本当はもうちょっとあるんですけどね。要するに、懲罰的抑止って言って、やられたらやり返す。だからそれされたくなかったら、やるんじゃないよっていうのが一つですよね。ええ。それからもう一つは、やられてもへっちゃらだよねって、無駄だ無駄だと。だから、やるだけを犯させないっていうのも拒否的抑止ですよね。それから自分が反撃も、耐えることもできながら弱っちいけど、自分はダメだけど、強いお友達がいれば、お友達の力で守ってくれるっていう確証抑止。これ、日本が今、公式に採用しているのは、核についてはこれですよね。あともう一つ、日本として特別なやつが、ホストに訴える抑止っていうやつですね。ご案内でとも言いますけれども、相手に出血を強いることによって、得られた利益が、その出血、自分の損害と比べたときに見合わないと思ったら、やっぱり抑止かかるだろう。で、自衛隊もそう思ってたんです、昔は。これは核じゃない。通常戦争の時には、赤子が攻めてきたら、なんかね、自衛隊が頑張って、船は沈むわ、飛行機は落とされるわって上がっても自衛隊が頑張るから、どんどん損害が出てきて、そうするとだんだんまずいねって。そしたら日本を占領する価値がないじゃないかぐらいに、と相手が思えば来なかな。これコストの訴えりをして、日本自衛隊独自かもしれない。この辺はご案内かもしれないんですけど、これでとりあえず抑止っていうのが、今3つプラス1出たと思うので、じゃあそれについて、じゃあ AI はどうやるんだって話になるというふうになると思うんですよ。抑止っていうのは、今言ったように、相手の心情に訴えかけるものなので、そうすると、そこで AI が活躍する部分が出てきます。それは何かというと、AI を使うことによって、いろんな相手の心情に働きかけることができるわけですよね。ええ。つまり、やられたらやり返すぞっていうのも、やっても無駄だっていうのも、やったらコストと関わるとの相手がどう思うかってことにかかっちゃうわけですから、思うってことを操作するために、いわゆる情報操作とか、そういうことになります。本当は実力があれば一番いいんですけど、ないとね、これダメなんですけど、例えば軍事の世界では心理戦っていうのがあって、心理戦っていうのは心理工作とか情報工作と違って軍事上の考え方なんですけど、戦いの一つとして、相手の心理を操作して、やる気なくさせる、負けだと思い込ませるっていうやつが心理戦です。ちょっと余談なんですけど、アメリカ軍の心理戦の教科書の第1ページにこう書いてあるんです。相手をして、アメリカ軍がとっても強い。だから戦うだけ無駄だと最初から思わせろってのが心理戦の第1ページですね。もちろんそれを達成するためには裏付ける時の実力がある程度なきゃいけないんだけど、ある程度あればいいんですよね。本当は80の力しかないんだけど、相手が勝手にアメリカ軍は120だと思えば、
来ないわけで、それ心理戦のやり方なんですね。相手をビビらせてしまう。で、今の世界のあれ動き見て、アメリカ軍ってそれすごい得意な気がしますよ。つまり、軍え、事の前に、え、今平時で、じゃあ え、AI がサイバーセキュリティでどう使われてるかっていうと、え、一番使われてるのは、え、まあ人間を騙すところで使われてるんですよ。ああ、はい。普通に考えたら、なんか え、AI があるから、なんえ、かウイルスを作るんじゃないかとか、AI をえ、使ったら、なんかすごいハッキングできるんじゃないか。いやいや、それはまああるんだけど、え、それじゃなくて今もうジャストナウで問題になってるのは、え、人間を騙すための、ツールとして AI が使われてる。これが一番だと思います。そこが一番なんですね。どんなはい。風に騙すんですかね。え、ですね、え、今の、サイバー攻撃っていうのは、まあ、昔から言われたように、情報とか政治とか経済とかいろいろある中で、まあ、今、犯罪者によるサイバー犯罪なんですよね。平時で一番問題になってるのは。そうですね。要するに、えっと、AI を使ったフェイクなんですよね。今のサイバー、犯罪っていうのはお金儲けなので、金をえ、儲けるためには何やるかって、騙し、あるいはうん、恐喝。まあ、はい。ここになっちゃうんですよね。え、それで、一般的に騙すためにどうするかっていうと、その糸口っていうのは、普通はメールが来て、うん、で、メールを読んで、それに騙されちゃって、まあ、いっぱいあります。え、もっともらしいメールが来て、すぐ送金しなきゃお前クビだって社長が来たメールが本物らしいから、はいって返事しちゃって送金しちゃった嘘ですとか、うん、皆さんが一般的に今食らうやつは、メールが来たと。で、こちら Amazon ですけども、あなたのアカウントの情報が、今、期限が来たとか、不具合を起こして、今使えなくなります。直ちに処置をしないと、ロックされますよとか、そういうやえ、つで、あ、そうかっていう時に、押すとアウトっていう、そうん、の、最初に来るメールの文章をきちっと作るのに、まず AI。昔は、わかんないのに、日本はですね、サイバー犯罪から守られてる。日本語の壁って言うんですけどね。え、要するに世界中の悪い人たちが、サイバー犯罪するときで、今みたいなフェイクのメールを出すときに、え、あの、英語圏だったら英語で行くじゃないですか。で、日本え、語圏に行ったら日本語を直さなきゃいけない。そしたら、うん、こちら、みずほ銀行です。こんにちは。こちらはみずほ銀行ですが、とか、いや、ちょっと待ってと、みずほ銀行が、こんにちはって言わねえだろって。言わない、言わない。言ね。わないです。はい。昔そうだったんですよ。え、これで、日本語の文章が手に入が妙におかしい。ああ、あります、あります。うん。はい。でも今、完璧ですよね。ああ、もう人間が読んだら、綺麗え、な日本語になってくる。それ、うん、今 AI を僕たちが普通に使ってる、え、生成 AI のやつが、自分の書いた文章を AI にやって文章をきれいにしてもらったりする。いや、それができるぐらいのですから、犯罪者の、うん、外国の犯罪者が日本人向けにやるフェイクメールの文章も完璧になっちゃってるから、まずそこで綺麗に作っちゃう。まあ、それが AI の、まあ、その一つ目の利用方法ですね。それから二つ目は、人間がやってたら、やっぱり悪い人だってね、24時間あっても寝る時間もあるし、お昼間しか働けないし、いえ、ろいろね、手は2本しかないけど、AI にお任せすると、どんどんフェイクメールを作ってくれて、バンバン出してくれる。うん、つまり、時間が有効活用できるってことですよね。え、これももちろん AI が持っている元々の僕たちが普通に使うように、例えば、論文を検索するに AI にちょっと調べてとか、要約してっていうふうに時間を稼げるように、え、犯罪者が AI を使って時間をすごく上手に使えるようになってきた。うん、もう今は AI がすごい進歩してきてるので、AI の音声で最初に電話をかけて、これでなんかやり取りするってことができるようになってきたって言われてますよね。まあ、そのように、え、犯罪者、サイバー犯罪において AI が持っている利点、大量のデータ、大量の相手とできます。スピードがすごく速いですっていうのがまず一番的に使われているやつで、今そこは問題になっています。あえ、とはさっき言ったように AI を使ってハッカーの侵入だとか、ウイルスを作るとか、本当え、にできるようになってますね。まあそれがまあ多分、平時における AI の犯罪者の使い方だとすれば、え、じゃあ有事になったら、この同じことを軍隊が使うわけでしょうね。軍隊が、まあ、偽情報をばらまくときに、この AI の活用ができるということなんでしょうかね。
そうですね。正確にうん。言えば、軍隊が AI を使うときも、ええ、戦略レベル、作戦レベル、戦術レベルでいろんなレベルがあって、今日は一番最初に、その戦闘が始まる戦略、作戦、戦術の一個前の抑止って話から始まったので、抑そうですね。止というのは、極めて心理的なものであっうん。て、そしてもう今お分かりになると思うんですけど、その心理の部分に AI を使って、プロパガンダをいっぱい出す。うん。世論誘導をする。いや、あいつには勝てないと思わせる。そういうのを AI を使ったらどんどんもっともらしい文章、そして映像も作れますよね。ええ、今そうです。僕たちがすごく驚いているのは中国ええ、から来るロボットの映像がすごいじゃないですか。あ、ありますでね。もあれ、全部本物かというと、どうも、幾分かか、かなりの部ええ、分かは、どうも AI で作ってるらなるほしいっど。ていう。ええ、はい。はい。でも、見た僕たちは、中国のロボット技術はすげえぜと思って、これはうん、思勝てないっちゃいますね。ねと思う。いや、うん。それも一つの心理工作だし、心理作戦だし、ええ、そしてそれが行く先は、こんなすごい軍隊だったら勝てるわけないやってうん。いう、さっきのアメリカ軍と同じで、ええ、人民解放軍戦うだけ無駄だ。もう降参して戦ったらひどい目になるから、うん。戦う前に城旗あげた方がいいんじゃないか。そのええ、方が人も死なないし、まあうん。それは今度は抑止じゃなくって孫子ですよね。あ、戦わずして勝ええ、つ。孫子の標本の。中国なんてそこが一番大好きですからね。あれ大好きです。あの、ええ、アメリカ軍はもちろん強い軍隊ですが、その強さをさらに心理的な活動をすることによってより強くするっていうのを意図的にやってる軍隊だって見てるんですが、中国人民解放軍も今そのことを同じことをやっていて、その究極は戦わずして勝つっていうのを追求してるからで、その時にこの AI っていう道具はええ、ものすごく役に立つということなんでしょうね。はい。これが今日のお話の抑止に関わる部分です。戦争が始まっちゃった場合は、ええ、戦略、作戦、戦術で今度 AI の使い方がより具体的な戦いに密着する。例えば、戦闘の判断に、情報収集の分析だとか、ええ、あるいはもう現場では、ええ、AI を使ったドローンだ、ね、やるええ、とか、うん。東識別に使ったらどうかとか、いろんなことになるんですけど、それええ、は多分次回のお話ですかね。ああ、先生、前後編にしたんですけども、前後編の後が、ええ、できるという感じになっちゃいますね。はい。それでは本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。